お魚、種類が多く、どの魚が良いのだろう。初心者向きのお魚はどれだろう。ということで今回は初心者向けの魚で個人的なおすすめランキングを作っていきたいと思います。せっかくなので友人のチャリンコさんと経験を交えて作っていきたいと思います。チャリンコさんのチャンネルは概要欄になります。まずネオンテトラです。ネオンのようなメタリックブルー、性格が温和で小型、熱帯魚の代表格です。自分は S です。過去に寿命の 2,3 年を飼育できたということ、複数で飼っても喧嘩をしにくく、あと水槽が映えますね。かなり良かったかなと思ってます。自分は A くらいですかね。4ヶ月くらいは生きてたんですけど、水草を買った時に線虫がついてきてしまい、それからどんどん落ちてしまって、それがなければもっと生きてたと思います。でも比較的うまく飼えた気がします。水質に繊細な部分やネオン病もあるらしく、思ってるほど丈夫ではないのかもですね。 A くらいですかね。次はメダカです。目が大きく、目の位置が高いことからメダカと呼ばれています。最近はカラフルなカラーメダカもいます。古くから親しまれています。最近いろんな種類のメダカがいて飼いたくなるんですけど、3ヶ月以上長生きさせたことがないかもです。自分は C だと思います。自分もです。どんどん落ちていくことが多かったです。小魚なので複数で飼ったりするんですが、次第に追いかけ回したりしてしまいトラウマです。朝起きたらうわ浮いてるって、もうトラウマですね。野外と室内だと難易度が違うのかも。次は金魚です。リブナを品種改良したものです。色が白、オレンジ、赤、黒と様々です。世界中で親しまれています。自分は B ですかね。種類によって難易度が違って難しい種類を飼ってしまった時はうまくいかなかったです。自分は金魚すくいでしか飼ったことないんですけど、3ヶ月ぐらいでした。食欲があって水を汚しやすかったです。なので小さな水槽で複数飼おうと思っても複数は難しいのかも。あと口に入るもんなら食べてしまうので、一緒に飼っている貝や魚を食べますね。貝を食べちゃうんですね。メダカより飼いやすいかもなので B くらいかも。次はコリドラスです。頭部がヘルメットのような頭骨でできています。コリドラスはギリシャ語でその意味を指しています。非常に種類が多く親しまれています。最初に3匹飼って後からもう1匹を飼ってるんですけど、3年くらい飼っていますが1回も落ちたことがなくて全然元気でめちゃめちゃ強いんじゃないかな。とにかく元気ですね。自分は半年くらいはいけたんですけど長生きはできなかったですね。性格はおとなしく複数で飼えてすごい良かったかなと思ってます。家の中で喧嘩が起きてるって考えなくて良いのが良いですよね。あと癒し系な感じで顔もね結構良いですよね。じゃあ A ぐらいじゃないですかね。次はベタです。闘魚とも言われています。闘魚として品種改良の中で鮮やかな色が生まれました。美しさを求めて改良され親しまれています。自分は B ですね。かなり丈夫で何年か生きています。飼いやすいという印象です。色合いも綺麗で鯉のようなベタとかもあります。ただ泳ぐのが苦手だったり気性が荒く複数で飼うのがかなり難しいです。ベタは飼ったことないんですけども、ホームセンターとかに普通に売られてて簡単に手に入りますよね。どうせなら何匹かで一緒に飼ってみたいと思うんですけど独特なので B くらいかも。次はドジョウです。おとなしい性格で非常に人気があります。ヒドジョウと呼ばれるオレンジ色の品種などもあります。1匹7年前から飼っているのがいて、で7年ですか。7年前ホームセンターで買ってきたんですけど、社会人になって初めてちゃんと飼おうって思って買ったのが多分ドジョウです。何の病気にもならず7年間ずっと元気で、1年前ぐらいかな、またちっちゃい島ドジョウを飼い始めて、そいつもすごい元気だし、コリドラスとかと一緒に飼ってるんですけど喧嘩もしないですし。自分は飼ったことないんですけどすごい愛嬌があっていつか飼ってみたいですね。7年、もう小学生と同じですよ。ちょっとぼーっとした顔で癒しです。意外と長生きしてるんですよね。これは S ですよ。次は赤ヒレです。コッピーとも呼ばれています。特徴的な赤い尾びれから名前が付けられました。黄色の品種などもいます。自分は S ですね。もう本当に丈夫でした。何の知識もない学生の時でさえ何年か生きました。小型で複数で飼えていろんな魚と一緒に飼えるんで正直最強じゃないかな。結構それいいですね。自分も飼ってみたいなと思います。ペットショップに売ってるんですかね。売っています。ビキに最も丈夫で飼いやすいって S だと思います。次はガラルファです。通称ドクターフィッシュとも呼ばれています。食べ物の少ない環境下で手足などを入れると古い角質層などを食べてくれます。自分そもそも家で育てられるのを知らなかったです。ホームセンターで売ってました。簡単です。苔を取ってくれるって書いていて1匹買ってみたんです。ちっちゃい赤ちゃんみたいなサイズだったんですけど、ガツガツ食って苔が1週間でなくなったんですよ。ご飯をあげるとすぐ食べちゃうんです。そんなに食欲旺盛なんですね。長く飼ってて全然元気だったんですけど、ただ元気すぎて夜中に水槽から飛び出して落ちてしまいました。コリドラスとかと飼っていましたね。 S だと思います。次にヒメタニシやイシマキガイです。
苔取りとして人気です。水槽に入れると時間がかかりますがほとんど綺麗になります。自分は S ですね。何もしなくても長生きしてくれますね。見てわかるぐらい苔を食べてくれます。ただ種類によっては裏返ると自力で戻れなかったりで手で戻してあげる必要があって少し注意がいるかなって感じですかね。自分はなんか1ヶ月ぐらいでダメになってしまって殻が壊れていましたね。もしかしたら一緒に飼ってる魚によってはダメなのかも。おとなしいの極致ですからね。では A くらいですかね。次は南沼エビです。お店で売られているものは禁煙のシナヌマエビが多いようです。水槽内の藻などを食べて掃除屋として知られています。喧嘩もしないし飼いやすくて、ただ気づいたら減っていってて1年かけて最終的にゼロになっちゃったんですよ。途中で産卵とかしてすごい増えた時期があったんですけど。自分もそういう感じでしたね。軌道に乗ると繁殖とかもして嬉しかったりするんですけど、でも思ったより増えすぎてしまって管理の難しさを感じましたね。止めらんないですからね。他の魚とかと一緒に飼えるんですごいいいかなと。じゃあ A くらいですかね。まとめになります。今回は初心者向けの魚で個人的なおすすめランキングを作ってみました。もしお出迎えの際のご参考になれば幸いです。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では失礼します。